皆さんこんにちは、あおいです。はい、今日はですね、これからエリックと横浜の方にデートに行くので、ちょっと私の Get Ready with Me を撮っていきたいと思うんですが、別にメイクがメインとかそういう動画ではなくて、先月ちょっと私とエリックがアメリカに行ってたんですけれども、その時にちょっと自分自身が感じたこととか、旅行で何があったのかとか、そういう話をちょっと自分自身の備忘録として撮っておきたいなっていうふうに思ったので、ちょっとメイクしながらお話ししていければなと思います。なので、もし興味あれば最後まで見ていただけると幸いです。で、今、プライマーだけは塗ってるので、ここからファンデーションに入っていきます。はい。でですね、まずアメリカ旅行についてなんですけど、旅行っていうか帰省についてなんですけど、今回なぜ7月に私とエリックがアメリカに行ったのかっていうと、もちろんね、エリックが家族に会うためとかそういうのもあったんですけど、どちらかというと私がアメリカにすごい帰りたいなっていう気持ちが強くて、帰りたいっていうのはその遊びに行きたいっていう気持ちが強くて、なぜかというと、もちろん私自身アメリカで8年間人生過ごしてきたっていう過去があるので、なんかちょっと第二の故郷的な部分もあって、アメリカがね。で、しばらくアメリカに帰ってなかったんですよ。1年半ぐらい、もうちょっとかな、1年、2年ぐらい、ちょうど2年ぐらいアメリカに戻ってなくて。で、エリックは仕事の出張とかでね、ちょこちょこアメリカに帰ったりとかしてたんで、そんなにアメリカ恋しいみたいな感じではなかったんですけど、私がちょっとね、アメリカ久々に行きたいなって気持ちがすごい強くなって、で、7月の頭に私の誕生日があったので、誕生日プレゼントとして今回はエリックがアメリカに私を連れてってくれるっていう形でした。はい。で、まずね、一番最初にアメリカに着いた時、シカゴにあるオヘア空港っていうところに成田から行ったんですけど、まず着いて最初に思うのが、もう自分ちっちゃみたいな、もうなんか本当に周りの人が大きすぎて、これは毎回アメリカに行くために思ってたことであるんですけど、本当に日本にいるとそんなに感じないんですよ。私154センチなんで身長。低い方ですよ、多分。日本でも。ただなんかそんなにすんごいちっちゃいな自分ってあんまり感じることなくて、普段。ヒールとか履いたりするし。でもアメリカ行くとやっぱり、みたいな、もう、周りの人、大きいなーみたいな、大きいなとかいうレベルじゃないし、もう、なんか同じ人間とは思えないぐらいサイズ感が違くて。で、エリックも身長170ぐらいしかないんで、やっぱなんか2人で揃ってなんか、子供カップルみたいな感じ、なんか感覚的には、にすごい感じて、うわ、私たちってやっぱちっちゃいんだなってすごい、まず思いましたね。でもなんかやっぱり、英語が喋れる環境に行くと、エリックがすごいやっぱ変わるんですよ。なんて言うんだろう。男らしくなるというか、飛行機のちょっと遅延があった時にアナウンスが流れたりするじゃないですか。そういう時もなんか、遅れてるみたいだねとか、なんか分かってくれるじゃないですか。で、やっぱ日本にいると、私が常にアンテナ張って、なんかあったら私が主導権握ってやっていかなきゃいけないみたいな感じ。やっぱりエリックの日本語ってそんなにまだ、強いわけじゃないので。なんかそういう意味ではなんかなんか違う人といるような感覚になるなっていうところはありましたね。で、それがまずアメリカについてすぐ感じること。で、シカゴについて、そこから2時間運転して、インディアナ州のエリックの実家の方に向かって行くんですけど、車を借りるときに、なんか、うわー、来たアメリカって思ったところがあって、日本でいう ETC カードみたいなのあるじゃないですか。あれがアメリカにも一応あるんですね、ちょこちょこ。お金を払わないと乗れない道路みたいなのがあって。でもそんな日本ほど高くないんですよ。本当に1ドルとかあるかないかぐらいなんですけど。で、道路に乗るときにお金を支払う方法がいくつかあって、現金で払ったりとか、あと、日本みたいに自動化されてたりとかもするんですけど、自動化されてるやつを使うためには、なんか機械
特別なその機械を車につけてなきゃいけなくて、でその機械が私たちは使いたかったんですよ。現金で払うのめんどくさいから。だからカーレンタルの会社の人たちに、すいません、このなんか機械のやつってどうしたらいいんですかみたいな感じで聞くんですね、こう従業員の人に。でそうするとなんかこう従業員の人もよく分かってないんですよ。もうそこの時点で結構私はどういうことみたいな、もうなんで分からないのみたいな。で例えばですよ、日本で従業員さんが分からないことを例えば私たちが質問しちゃったとすると、大変申し訳ございません、少々お待ちくださいって言って、その人がこうその問題を解決しようとしてくれるじゃないですか。なんか確認してまいりますので少々お待ちくださいって言って、ちょっと待たされて、その人が帰ってきて言ってくれるみたいな。でもアメリカってそんなこと全然なくて、僕は分かんないからあっちに聞いてみたいな感じなんですよ、みんな。本当に冗談抜きで。でなんかそれをマジで3人ぐらいやるんですね。僕は分かんないからあっちに聞いて。でそのあっちの人に聞くと、僕も分かんないからあっちに聞いてみたいなそれをひたすらやり続けて、それで1時間ぐらいもうずっとなんかたらい回しにされ続けて、で結局分かんないんですよ、最終的にも。だからもういいやって言って現金で払うって言ってなって空港から出てったんですけど、なんかそこを見るとなんかなんかアメリカってやっぱりなんかそのアメリカってってよりやっぱ日本のそのサービス精神とかサービス業の素晴らしさみたいなのをやっぱり改めてもうデイワンにして感じたって感じでしたね。もうなんかやっぱ日本ってすごいなって思って、しかもそれをやっぱりチップとかそういう見返りなしって言ったらあれですけど、そのやってくれるっていう環境文化はなんかやっぱ何にも変えられないなってすごい思いましたね。私がアメリカに住むって思えない結構大きな要因でもあるなっていう風にそこで感じましたね、久々にアメリカに行って。でそんなこんなあって、シカゴの空港から2時間ぐらい運転して、私たちはインディアナのエリックのお母さんの住んでる実家に着きました。でちょっと残念なことにね、エリックのお母さんのお兄さんが私たちがアメリカに行くちょうど1週間前くらいに亡くなられてしまうっていうことがあって、でエリックのお母さんは私たちが着いた初日はいなかったんですよ、実家の方に。なので、エリックの妹とかエリックの、ステップファーザーとかとちょっと時間を過ごして、お母さんが帰るのを待つっていう形でした。でその間に私たちは私たちの出身大学であるパデュー大学に遊びに行ったりとか、私たちが昔よくデートで行ってたお寿司屋さんに行ってみたりとか、そういうことをして時間を過ごしていました。で、お母さんもおじさんのお葬式とか終わられて、実家に帰られて、で、みんなでやっと時間を過ごせてっていう形だったんですけど、すごいね、いい家族の時間を過ごせたなって私は思ってて、やっぱりなかなかもう家族全員がこう一気に集まることってなかなかないんですよ。もちろんエリックも日本にいるし、でエリックにはお姉さんと妹がいるんですけど、お姉さんもまた全く別の州に住まれてて、なかなか帰ってくることもないし、でエリックの妹はまだ実家に住んでるのでいるんですけど、その兄弟3人なかなか揃うこともないし久々にそうやってみんなで会えたのはすごい良かったなっていうふうに思います。でそのエリックのお母さんのお兄さんのお嫁さんもアメリカに来てたんですよ、その時。なのでお会いできましたし、あとエリックのお母さんのお姉さんもグリーンカードを取られて今もアメリカに住んでいらっしゃるんですね。なので本当になんかもう何人いるんだみたいな、家の中に。でそんな感じでこうみんなで過ごしていました。でやっぱり中国の女性が3人も家にいるともう料理がすごいんですよ。なんかいっぱい料理作ってくれて、しかもめっちゃ美味しいんですよ、その中華料理が。もう私的にはパラダイスでしたね。も
ご飯いっぱい作ってくれるんですよ。頼んでもないのに朝ごはんとかすぐ出てくるし、もう幸せでしたね。美味しいし。私中国のダージーパイってやつがすごい好きで、それとかなんかちょっと食べたいとか言うとなんかすぐ作ってくれるんですよ。もうね、優しいんですよね、中国の方々って本当に。なんか家族をすごく大事にする文化がやっぱあるみたいで、もう何食べたいとかで、私たちの YouTube とかもなんか全然日本語で喋ってて分かんないやつとかもなんか見てくれてるんですよ、全部。なんかすごい優しいな、嬉しいなと思って、なんかこう家族の温かみを感じたのがインディアナの滞在だったなっていうふうに思います。なんかなかなかね、なんかそんな機会もなかったので、まあもちろんね、おじさん亡くなってしまってすごい悲しい時期ではあったんですけど、まあある意味家族がこう集まることができてすごくいい時間を過ごせたなと私的には思ってます。はい。で、インディアナの滞在が終わって、その後はフロリダに行きました。で、なぜフロリダに行ったかというと、フロリダにはエリックのお父さんが住んでるんですね。なのでエリックのお父さんに会いにフロリダに行きました。で、フロリダの滞在の方がちょっと長めで、やっぱりフロリダってディズニーとかユニバーサルとかいろいろあるんで、やることが多いからちょっと長めに滞在したんですけど、約1週間ぐらいフロリダにいました。で、フロリダでは、エリックのお父さんとやっぱり時間を過ごしたりとか、エリックの高校時代のお友達に会ったりとか、そういうことをして基本的には楽しみました。あと動画でも出したんですけど、ディズニー、エピコットに行ったりとか、あとユニバーサルの新しいパーク、エピックユニバースっていうのに行ってきたなっていう感じです。で、やっぱそこがこう一番アメリカだなっていうか、日本との文化の違いをやっぱ大きく感じるんですよ。っていうのもアメリカ人がすごいいっぱいいたので。で、まず何で感じたかっていうと、大きな違いを。私、結構日本のディズニーとかも、たまに行くんですけど、日本のディズニーにいる人って、別にこれがいいとか悪いとか私は全くどうでもいいなと思ってるんですけど、違いとしては、日本のディズニーはみんなすごい可愛い服を着て、写真とか映えるような服を着て行ってると思うんですよ、皆さん。若い女の子とか、すごい可愛い服とか、たまにヒールとか履いてる人とかいるじゃないですか。そういうなんか可愛くいたいとか、そういう方の意識が強いのかなと思って、日本はやっぱり。で、アメリカは逆に、もうね、今からスポーツでもしに行くのみたいな格好してみんな来てるんですよ、やっぱり。可愛さとかどうでもよくて、どれだけ楽に過ごせるかみたいなのを追求した格好をみんなしてるんですよ。で、なんか、全然違うと思って。もうなんか可愛い格好とかしてる人ゼロですよ。本当にゼロ。もうみんな T シャツに短パンみたいな。で、なんか、そこで、なんか、やっぱこれは何が違うんだ、国民性の違いかな、なんか、やっぱ違うんだなっていう風にすごい感じましたね。あと、並ぶじゃないですか、やっぱり長い時間。で、もうアメリカ人ね、平気で床に座るんですよ。もう、ちょっとなんか機械の故障がありましたとかアナウンスがあると、とか言ってなんか床に座り始めるんですよ、みんな。日本人さすがに床に座るはないじゃないですか。どんなに長い間待たされても。どうなんだろう。ちょっとなんか、その辺にある柵とかに座ったりとか、寄りかかったりとかする人はいるかもしれないんですけど、地べたにがっつり座る人ってなかなかいないじゃないですか、日本だと。だけどもうなんかアメリカ人とかもがっつり、もうみんな座って、もうなんか、当たり前でしょ座るのがみたいなぐらい本当に過ごしてて、やっぱ日本の雰囲気とは全然違うなっていう風に感じました。あとそれこそショーとかもあるじゃないですか、テーマパーク系って。そうショーとかでもやっぱ声を上げるんですよ、アメリカ人は。なんかウォーとかなんかイエーイとか、なんかそういうのも日本はどちらかというと拍手だけで応援するとか、そういう文化が強いのかなっていうふうに思うので、そういうところも日本とやっぱ違うなってそういうふうに思いました。で、その違うのを見て
結果私が思ったのは、やっぱり自分は日本人なんだなって感じたなって思います。例えばそうやってこういろんな人が声をわーって出してる中で、じゃあ自分も声を出すのかって言って出さないんですよ、やっぱり。なんかその出してる人が嫌とかじゃなくて、自分がじゃあ出すか出さないかって言われて出さないんですよね。あとその床に座るか座らないかって言われたら座らないし、あとまあ服はどちらかというとちょっとアメリカン志向なのかもしれないですけど、楽な服着ていきたいって思って結構適当な服着てったりとかしちゃうんで。でもそういうところを考えると、やっぱり自分はどちらかというと日本人なんだなっていうふうに思うし、多分これはエリックもそうなんですよ。エリックもどちらかというとそういうことはあんましない側のアメリカ人なんですね。だからこそ多分日本で意外と過ごしやすいなっていう感じる人間なんじゃないかなっていうふうに思いました。でもまあそのエピコットもエピックユニバースもすごいやっぱ楽しくて充実した時間を過ごせたなって感じです。ただやっぱりね、チケットがね高いんですよ。ディズニーの方のエントランスは$180ぐらいで、エピックユニバースもエントランスは$180ぐらいだったんですよ。でもそれだけでももう2万円超えじゃないですか、日本円に換算しちゃうと。信じられないぐらい高くて、あとそれこそエピックユニバースに関してはやっぱり新しいパークだったんでね、エクスプレスパスとかも課金するともう本当に2人で10万円ぐらい普通にお金が飛んでしまっていたので、ただやっぱりその分ね楽しい時間を過ごすことができたので良かったかなとは思います。まあフロリダもね、そうやって友達とか家族、お父さんとかと過ごしたりとかして楽しい時間を過ごして、最終的に私たちはニューヨークに行きました。で、私的にはこのニューヨークにいた時間がもうすごく刺激的というか、なぜかというと、こうやっぱりニューヨークってモチベーションの高い人たちがやっぱりいっぱいいて、で、なぜそういう人たちがいるって分かるのかっていうと、やっぱりアメリカってこうちょっとカフェで会った人とかと喋るとか、ウーバーの運転手さんと喋るとか、タクシーの運転手さんと喋るとか、こうよく人と喋るんですよ。で、そうするとまあ大体こう、あなたどこから来たのとか、なんかそういう話になって、で、あなたどうなのとか言って聞くと、こうやっぱいろんな目標を持った人たちと出会うわけですね。で、一人ね、ウーバーのお姉さんが私たちを朝5時ぐらいに運転してくれたお姉さんがいたんですけど、その人と話してると、私はコロンビアから来てね、もともとフライトアテンダントだったんだけど、自分の夢を追うためにそのフライトアテンダントっていう仕事を辞めて、ニューヨークで今ウーバーやりながら学生やってお金貯めてるんだみたいな話とかをもう日常のように聞くんですよ、そういう話を。で、そういう人と出会うんですよ。それがなんか私の中ですごくすごいなって感じて、日本であんまりこうもともとちゃんとしたキャリア持ってたのにそれを捨てて自分の夢を追うためにもう一回学校に入り直すとかあんまり聞かないじゃないですか、普段。まあたくさんそういう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう話を聞く機会がないと思うんですね、あんまり。まあそういう人が周りにいないと。で、まあ私の周りにはそういう人があんまりいなくて、やっぱりキャリアを積んでたりとか、企業に入って仕事してる人とか、そういう友達がやっぱ周りに多くて、で、それが悪いってわけじゃないんですよ、全然。それも素晴らしいことだし、まあ私自身できてないことなんで、すごい、影響は受けるんですけど、これやっぱり私の今やってみたいことって言ったら、この YouTube とか、ソーシャルメディアのプラットフォームで、まあ自分自身のビジネスとしてやっていきたいっていう気持ちがやっぱりあるので、なんかそういう人を見ると、やっぱりより影響を受けるというか、私もすごい頑張ってみたいなとか、この間始めたばっかりだけど、やってみてよかったなとか思うんですよね、やっぱりすごく。で、やっぱりそういう意味ではニューヨークの人々にすごい影響を受けるんですよ。自分も頑張ってみたいな。もちろんね、どこまでいけるかわからないですよ、その自分自身でね。でもなんかやっぱりそういう夢って持ち続けなきゃいけないなっていう風にさせられた、すごく。で、それはすごくエリックも感じてたみたいで、
ニューヨークの人々、目標を持って頑張ってる人とかを見ると影響を受けたなというふうにすごく思いますね。やっぱり日本って安定志向の方が多いじゃないですか。やっぱり企業に入って安定したお給料が入ってきてみたいな、そういう生活をされてる方が多いし、そういう生活を望む方が多いと思うんですよ。で、私もやっぱりどちらかというとそういう人間なんですよね。安定した生活を送りたいとか思うし、もちろん安定したお給料がないと嫌だなとか思うし、でもなんかそれを捨ててまでって言ったらあれだけど、そういうものがありながらも自分の夢のためにリスクを取るみたいな人がやっぱり多いんですよね。ニューヨークみたいなリスクを取った人たちがいる場所なんですよ。結構そこがやっぱりなんかすごいなとか、あとやっぱり全体的にこう企業で勤めてる人とかも別にそこがゴールじゃないって人がやっぱ多くて、こう今は企業で勤めてるけどいずれかは自分のビジネス絶対やりたいとか、やっぱりそのアメリカンドリーム、昔で言うを追ってる人がたくさんいるんですよ。でそれを見て私もなんかやっぱり将来的には自分でなんかやってみたいなとか思うし、何ができるかわかんないんですけどね。でもちょっとそれこそ留学とかに関わるビジネスだったりとか、あとは英語教育に関わるビジネスとか、自分がね教えた経験ないんで何とも言えないんですけど、とかなんかそういうのもちょっと考えるようになりましたね、今回のニューヨークの旅で。でやっぱりこう街並みはすごいやっぱりなんて言うんだろう、ザ・シティって感じでなんか楽しいんですけど、やっぱり東京と比べちゃうと街全体としてはまずうるさい。クラクションずっと鳴り続けてるんでうるさいし、やっぱりホームレスの方々とかも多いんでちょっと汚かったりとかするんですね。ゴミとか落ちてて、だからなんかそういう意味でやっぱり東京の方が好きだなっていう風に私は感じたなっていう感じですかね。ただでも全体的にすごい刺激的というか、いろんなことを見れて知れて、ような旅だったなっていうふうに思います。やっぱりエリックには私できるだけアメリカに帰ってほしいんですよ。帰ってほしいっていうのは帰省してほしい。家族とすごい離れるって大変だし寂しいし、自分の故郷から離れるって結構しんどいんですね。私自身も経験して、私は自分で行きたいって言ってるからもちろんそんなの自分のせいだって感じなんですけど、でもやっぱりエリックはこう日本にいる理由としては私も一つの要因ではあるので、できるだけ日本からこうアメリカに帰る機会があるのであれば帰って家族に会ってほしいなってすごく思うので、できる限りねアメリカに帰るようにいつも言ってるんですけど、そういう意味ではエリックが家族と時間過ごせてるのを見れてすごい良かったなと思うし、またね近いうちにエリックが帰りたいって思う瞬間があるのであればできるだけ帰ってほしいなって思うし、私もね本当は一緒に帰れたら一番いいんですけど、やっぱりペットがいるのでなかなかねたくさんいっぱい帰るってわけにはいかなくて、今回はたまたまうちの母が面倒見るよって言って見てくれたんでよかったんですけど、最初ペットホテルに預けようと思ってて、そしたらなんか30万40万ぐらいかかるみたいなったんで、母には感謝ですけれども、本当にそういう意味でも私と一緒に2人で帰れるってことがなかなかないので、今回2人ですごい帰れてよかったなって思うし、こういうソーシャルメディアを始めたっていうタイミングでこういう刺激を受ける経験ができたのはすごい良かったなっていうふうに思います。こんな感じで私自身のアメリカ旅行備忘録撮ってみました。ちょっとだいぶ適当だし話もまだそんなに上手じゃないので聞きづらいところもあったかもしれないんですけど、この後エイクと
横浜に行ってデートするんですね。その様子もちょっと今回は Vlog で撮っていきますので、ぜひエリックを見たい方はそちらを見ていただけるのがいいかなというふうに思いますので。あとちょっとメイクは私そんなに上手じゃないので、あれなので、ちょっと紹介とか全くせずにベラベラ喋っちゃってたんですけど、こういう動画ももし需要あるよっていう形であれば、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。っていうのも、今後私がこの YouTube のチャンネルで上げていきたいこととしては、もちろん私とエリックの日常であったりとか Vlog で、留学とか英語に関する質問と、あと私とエリックの日常会話から英語を学べるみたいな、そういうコンテンツをこう3つの軸でやっていきたいなっていうふうに思っていて、やっぱり留学に関してはエリックは何もわからなくて、私がやっぱり知識があるので、そういう結構留学の質問とかもいただくんですよ。TikTok じゃない、インスタライブとかやってたりとか、あと質問箱とかやると。で、やっぱりそういう時って私が一人でベラベラ喋る動画になると思うので、そういう時はこういう風にGet Ready with me しながら、こう、質問に答えていくとか、そういうスタイルでも動画をやっていけたら、ただ私もカメラ見ながら喋るっていうよりはしながら、こう、流し見してもらえるとか、そのぐらいの軽い感じで動画撮れたら一番いいかなっていう風に思っているので、こういう Get Ready with me がうんぬんとかではなく、そういう私だけが一人で喋る動画も需要あるのかなっていうのをちょっと今回試してみたかったっていうのもあるので、もしそういうところで意見とか、こういうの見てみたいとか、こういう話聞きたいとか、それこそ留学関連のことで質問あるとか、そういうのあればぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。ぜひ私微力ながらも皆さんのこう情報源っていうか、私自身の経験ならたくさんお話はできるので、そういうところでね、私の経験を皆さんに活用していただけると嬉しいなっていうふうに思うので、ぜひ皆さんご意見あればコメント欄や DM やら質問箱やら何でもいいので、メッセージくださるとすごく嬉しいです。はい。あとショート動画とかもね、こういうドッキリしてるの見てみたいとか、こういう姿見てみたいとか、こういうのやってほしいとかあれば、全然リクエスト答えれるところまでは答えたいと思っているので、ぜひ皆さん連絡していただけると幸いです。かなりグダグダでしたが、こんな感じで私も準備が整いました。この後ちょっと着替えて横浜に行ってきたいと思いますので、横浜動画もぜひ見てくださると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。バイ。